世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。今週はですね、スーパーアーマーに関する話題からちょっと喋っていきたいんですけど、とりあえずね、今回行った新規実装で、スーパーアーマー中に敵の攻撃を受け止めた場合ですね、赤色のこんな感じのエフェクトが表示されるようになりました。これ一応参考としてはね、ストリートファイター6の、マリーザとかが持ってるね、アーマー付きの攻撃。例えばグラディウスとかについてるんですけど、その時にね、出てくるエフェクト、こういう感じのやつをちょっと参考に作ってみました。ただ、このマリーザのエフェクトと比べると、よりうちのゲームのやつの方が、めちゃくちゃ強い赤色というかね、よりエマージェンシー感があるようなエフェクトに意図的にちょっとしてあります。なんでこんな強調的なエフェクトにしたのかっていう実装の意図をちょっと話していくと、アーマーの効果が発動する瞬間って、大体ね、攻守が逆転するタイミングであることが多いんですよね。それもそのはずで、スーパーアーマーっていうのは大体ね、力強く攻撃を振りかぶってる瞬間とか、そこから攻撃判定が発生し終わるところまで、大体アーマー効果が継続している場合が多いんですけど、このアーマー期間に手を出しちゃったイコール、もうね、敵側は強力なため攻撃の準備が完了してるっていうことになるので、つまるところさっきまで攻撃を仕掛けていたプレイヤー側が、今度は防御側に回らないといけないというようなね、攻守逆転のタイミングになることが非常に多いですと。で、さらにこの時、時と場合によるんですけど、うちのゲームではね、アーマー中の敵に手を出してしまった場合でも、こんな感じでギリギリね、次の防御行動が間に合うようなことがしばしばあります。この瞬間がもうめちゃくちゃ気持ちよくて、非常にうまくやってやった感が出るというかね、そういった気持ちのいいアクションが最大限ね、成功しやすくなるように、ちょっとスーパーアーマー、受け止め効果が発生した時のエフェクトっていうのは非常にわかりやすいね、エマージェンシー感のあるどぎついエフェクトにしてみました。ちょっとね、さすがにやりすぎ感あるので、体験版出す時までにもうちょっと薄くする可能性はあるんですが、全然ね、これくらい強調表示されててもいいのかなと思っております。続いて、こちらもね、視覚的に見て分かりやすくなった関連の話なんですが、敵の HP ゲージですね。以前の動画でも言ってた通り、ちょっと修正を加えました。まず HP ゲージをね、強調して MP やスタミナよりも見えやすくしたっていうのと、それからブロックゲージの方ですね。スタミナと MP に関しては、これね、弱い雑魚敵とかはスタミナや MP がめちゃくちゃ低かったりするので、そういった敵たちはね、もうスタミナ、MP がもう見るからにね、ゲージが短いっていう、2ブロックしかないので、HP ゲージの3分の1の長さしかないっていうことがね、もうパッと見でわかるようにしときました。これはかなりね、単純な改善なので、純粋に見やすくなったかなと思います。前回の動画のコメント欄でね、スタミナとか MP そもそも表示しなくてもいいんじゃないのっていうお声もね、結構何件かいただいてたんですけど、そこに関してはですね、HP っていうね、軸となるデッドラインを持ちながら、スタミナ MP という2本のゲージをやり取りしていって、戦闘を有利に進めていきましょうっていうのが結構このゲーム軸としてあるので、今作ではね、この方針でいきたいと思います。一応旧知抜とかではね、そのゲージの類をなるべくね、表示しないようにするっていうことに挑戦した作品でもありました。例えば HP の残量とかはね、ロックオンマーカーの色によって示唆するとか、あと知抜の発生予兆なんかも、もうね、地面のエフェクト見てそれだけで判断してくださいみたいな。今はまだ地面があんまりバチバチしてないから、もう一発ぐらいアーツ打ってもいいかなみたいな。そういうちょっとプレイヤーへの要求値が高すぎるだろうっていう感じのゲームになっちゃってたんですけど、今作ではね、それらの反省を活かして、ゲージの類は基本的に常時表示させて、もちろんね、さっきのスーパーアーマーエフェクトみたいな、視覚的にね、目で見て分からせるっていうような直感的な部分も導入できるところはね、導入しつつ、うまくね、やりくりしていこうと思っております。その他の変更では、さっきちょっとね、ちらっと話にも上がりましたけど、MP がオーバーヒートした時ですね、地面がバチバチするエフェクト出てくるんですけど、これもちょっとね、より電撃っぽいエフェクトにしてみました。これちょっとテストマップだと分かりづらいんですが、実際の本番マップで見るとね、かなり分かりやすくなったんじゃないかなと思います。ただ MP に関してはね、もちろん UI のゲージの方にもオーバーヒートしてる旨が表示されてますので、どちらかでね、感じ取っていただいて、しっかりオーバーヒート中の相手にアーツをぶち当てて、知抜を発生させるというところまで持っていっていただければなと思います。で、あともう一つですね、今週やってたこと。っていうか、こっちがね、本当はメインで進めてたことなんですけど、攻撃ボタンの種類をね、増やそうというような、ちょっと大きめの改革を今やっております。実はね、このゲーム、今のところ攻撃ボタン一つしかなくて、その代わりね、L スティックの方向入力で、いろんな方向の攻撃モーションを出せる、みたいな感じになってて、例えばね、3段コンボとか4段コンボとか、連続で攻撃してると、3段目、4段目あたりから、ちょっと強攻撃っぽいね、回転切りモーションが出てくれるとか、そんな感じのコンボ
ルートの作り方をしてるんですけど、結論から言うと、この方式ってちょっと戦闘にメリハリが生まれにくいんですよね。全く生まれないというわけではないんですけど、ちょっと生まれにくいというような問題が現状ありまして、先日のね、講談社との定例会において、テストビルドの評価っていうのが結構良かったんですね。進捗すごいいい感じですね。っていうような評価をいただけたんで、じゃあこのタイミングだなと思って、ちょっと実はこういう問題があって、こういう風な解決方法を用意してて、ちょっと時間かかるんですけど、着手したいと思ってるんですよねということを相談させてもらったところ、しっかりね、僕がその新たな攻撃強度っていう概念に関して考えをまとめていたっていうのもあって、その新改革案に関してもかなり厚めの賛同をいただけたんですよね。なので、今週からね、ちょっとその攻撃ボタンを増やす、攻撃強度を設けるっていうような改革の方をちょっと進めてるんですが、来週にはね、おそらくかなり形になったものをお見せできると思うので、ちょっとね、詳しいところはその次の動画でお話ししたいなと思います。ではまた来週もよろしくお願いします。